いやー、モン・サン・ミッシェル行きたいな。いや、今までにね2回行ったことあるので、1回目は相当昔にツアーでね日本から行って、で初めてその時は見たから、海の上にさこんなのがあるわけじゃない。もうびっくりしたわけで、もちろんね修道院の中にも入ったし、もう周辺も見て、満足してたんだけども、2回目ね数年前に行ったの。その時はなんとねがっかりして帰ってきたの。なんでと思うでしょ。で夏に行って、でももちろんね美味しいキャラメルアイスとかも食べたよ。なんだけども、私がね見たいのは水がいっぱいのところに浮いているモン・サン・ミッシェルを見たいの。だってさ、絵はがきとか見るとそんなのばっかじゃない。だけどね、そんなにね水がね上がってこなかったの。その時間ずっと待ってたのね。だけど観光案内所でも言われたけど、今日は大したことありませんよって。私そんな大したことない日に来てしまったんですかって、もうショックでさ、山みたいにしか見えなかったの、写真が。これでね今度行く時は絶対に泊まって満潮の時に行ってやるって思ってたの。あの写真の景色なんてしょっちゅう見れると思って高をくくってたら、とんでもない。それでね満潮のねカレンダーみたいのがあって、いつその綺麗な景色が見れるのかっていうのを調べたの。2025年、8日間カレンダーに出ていたの。これがさ今週末だったらさ行くしかないよね。どうしよう、行こうかな、泊まりで。パリから行く時って1本出てくるのがあるんだけども、それは値段が変わらない。いつ行こうが。よし、これで行くとするじゃない。帰りも別にそれで同じ。そして宿が日にち選べばねそんなに高くないよね。OK で、お天気がいいじゃない、今週末。これは行くしかないんじゃないんですか。1週間前に急に思い立って全てがトントン拍子で進んだモン・サン・ミシェル行き。今回こそは夜と朝2回も満潮が見れるっていうことでワクワクして出かけたんです。ホテルに荷物を置いてから観光案内所に満潮の情報をもらいに行きます。もらった地図に記されていた撮影スポット、橋の上に行ってみましょう。なんか久しぶり。お天気はねいつも来るときはいいんだけど、わあ嬉しいな。なんか見えるかな。結構遠いよね、ここから。どうだろう、何倍行ける。こんな感じ。いや、ここだと右の道路が邪魔をして水に浮かんだようには見えないんじゃないかな。時間はあるんでゆっくり歩きながら撮影スポットを探しましょう。この辺まで水が来そうだけど、ここだったらもしかしたら綺麗に見えるのかも。今夜21時10分が満潮。橋を渡れなくなってしまうのが20時40分から21時40分ってことは、満潮の前後30分が島にアクセスできなくなるってことね。今日の日没は19時で、きっとその前後の時間も綺麗だろうな。なんかモヤモヤするんだよね。っていうのはね、満潮っていうのは分かってるんだけど、実際にここで見たことがないから、どの辺りまでが海になるのか全く分からないの。それでさっき観光案内所で聞いたんだけど、島の近くだけが沈んでしまうっていうのね。だけどその沈んじゃうとこが本当にどの辺りなのかが全くよくわからない。もらった地図を見たんだけども、それでもあんまりよくわからないんだよね。それとね、静まり返った島の中も散策できたらなと思うんだけど、満潮が終わって島に渡るのが21時40分過ぎからになるでしょ。そしたら島の中ってまだ人とかいるのかな。暗くないのかな。またやっちゃった。いや、夕べは朝まで編集していて寝ないで来ちゃったから、一旦ホテルに帰って寝たら起きられなくって、もう日没が終わりかけてる時間じゃない。
まあそれでも今まで見たことない昼間とは違った景色が見れたからよかったかな。だけどこんな景色初めて見た。自然って豊かな表情を持っていてこんなに美しいんですね。橋が渡れなくなる前に対岸に戻りたいから今のうちに島の中で夕食にしちゃおう。いやでもすでに薄暗くなってて散策するなら今がいいんだけど、暗い時間よりも明るくなる朝の方が綺麗かな。ほら、門の左側に明かりがついてるレストラン。有名なオムレツのお店よ。昼間に通った時はすごく混んでたの。でもさすがに夜は静かなのね。気にはなってるんだけど、まだ入ったことがなくて。これなら入れそうじゃない？だけど、オムレツにしては安くはないんだよね。でもせっかくなんで皆さんにも見てほしいから入ることにしました。せっかくなんでオムレツを食べてみました。その時の様子はまたモン・サン・ミッシェルの観光編でご案内しますね。うわ、真っ暗。思ってたより暗い。これはまずいな。どうやったら綺麗に撮影できんだろう。私のカメラじゃダメかしら。それにさ、これじゃ満潮になっても海が見えないよね。ここじゃ待ってても意味がなさそうだから、対岸のあの橋のとこまで戻ろうかな。このバスを見てたらトトロに出てくる猫バスを思い出しちゃった。バスってこんなに幻想的に見えるもんなんだ。対岸に戻ってきましたよ。満潮見に行く人って多いのかな。携帯で光当ててるからこうやって見えるけど、もうなかったらほら真っ暗よ。目が悪いからこの明かりだと夜道が歩きにくいな。島の方に向かっていく人たちは、数人だけどいるんだけどもそんなにたくさんはいないの。で不思議なのがね、通行止めって言われてる時間なんだけどバスがね行き来してるんだよね。車のライトが水面に反射しているのかなってことは、あの辺りは海になってると思うんだけど下が全く見えないな。もしかしたら真っ暗な時間帯の満潮って普通に撮影しても何にも見えないものなのかな。動画ではなくてカメラで撮影してみてやっと1枚こんな写真が撮れました。朝に期待しましょう。ボンジュール。もうなんかね、日がすでに明るくなっちゃって、本当は日の出から撮りたかったのに間に合わなかった。もう起きてたのに間に合わないってもういつもだよね。これみんな始発のバスに乗るために来てますよ。朝がいいよね、朝が。夜真っ暗だったもん。わあ、デジャボクドモンド。足元が滑りやすくなってる。転倒注意の看板が置いてあるし。そうそう、こういう景色が見たかったの。よかった、日の出が見れた。水がどんどん増えてきてるのがわかる。それに水の動きが速いよね。いつもは記念撮影なんてほとんどしないんだけど今日は特別。まだ満潮まで時間があるから人がいない島をゆっくり散策しよう。昼間の混雑が嘘みたいに静まり返ってる。こんなモン・サン・ミッシェルまさか見れるとは思わなかった。
海の見えるところでモーニングでもなんて思ったんだけど、まだどこも空いてない。だからモン・サン・ミッシェルって日中に日帰りで来る人が圧倒的に多い観光地なんだなぁと実感しますね。夏だったらこの辺り海に入れるんじゃない？いや、今度は海水浴に来たいな。散策しながらも時間を気にしながら、一応海の様子はチェックしながら歩いています。普段はなかなかできないけど、朝日を浴びながら散歩するってとっても気持ちがいいですね。しかも水辺だとより気持ちよさがアップする。日帰りでは分からなかったけど、こんなモン・サン・ミッシェルの楽しみ方があったなんて。ここは昨日の日中も通ったけど、メイン通りじゃないからそんなに混んでなくて歩きやすい散歩道です。そろそろ対岸に向かった方がいい時間かも。生まれて初めて見るモン・サン・ミッシェルの満潮、楽しみ。もう橋が沈んでる。もう対岸行かれないのかな。どうしよう。せっかく来たのに。どうして島なんて散策しちゃったんだろう。橋の上にずっと待ってればよかったよ。なんか方法はないかな。島を脱出する。下に降りる道はどこなんだろう。あそこだよ。私はあそこから満潮を見たかったのに。満潮の時間なんてそんなに長くないんじゃないの？早くなんとかしないと。やだ、こんなとこまで水が来てる。船に乗ってる人がいるけど、どこで借りれるんだろう。しかもいくらなんだろう。一生に一回見れるか見れないかだから、そのくらいの出費は仕方ないのかな。でもさ、借りれそうな場所がわからないんだけど、この人たちどこで借りてきたんだろう。いいな船、私も乗りたい。でもさ、今からこの船借りたところであそこまで行って撮影なんて間に合うのかな。せっかく満潮を見るために来たのに悔しい。歩いてる人がいる。そっか、引き潮になれば海辺を歩くのと変わらないんだ。冷たい、冷たいよ。うわ、死ぬ。満潮だよ。見て見て見て。なんかさ、寒中水泳的な。わー、冷たい。タオル持ってくればよかった。彼女も私と同じくうっかりしていたら島から出られなくなって、満潮を見るために海に入ったんですって。彼女が私を撮影してくれました。そろそろ人が海を渡り始めました。私も最後にもう一回綺麗な景色を見に行こうかな。私にとってモン・サン・ミッシェルは人との触れ合いの場所なのかもしれません。前回来た時、行き帰りの電車で一緒になったアジア人の男性とモン・サン・ミッシェルの感動を分かち合いました。そしたら後日パリ市内でばったり再会して、
それからインスタグラムで交流が始まったんです。今回海の中で撮影してくれたスイスから来ていた女性は偶然帰りのバスの中で一緒になりました。彼女が写っている映像を渡すことができてとっても良かったです。そしたら彼女は私に綺麗な写真をくれました。神のお告げで修道院ができ発展してきたモン・サン・ミッシェル、聖なる場所として昔から巡礼者が訪れています。しかし私には思いがけない試練が待ち受けていました。信じらんない。やられた。よかった2日目でやばいこれ。満潮を見るためにやってきた今回の旅ではゆったり過ごすうちにこの島の歴史や訪れる巡礼者たちの気持ちを考える時間がありました。一生に一度とは言わずまた見たいと思えた満潮の景色、そんな希望や肌で感じた海の冷たかった感覚、出会った人たちとの思い出を全部持ち帰ります。そしてカモメが落としてくれたものは良い運気の前兆になるんでしょうか。さて、滞在していた2日間の間にはいろいろな発見や体験ができました。皆さんの観光の参考になるような動画も作る予定です。どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録ありがとうね。ここズンチャ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 よろしく。 Thank you.